インドネシア・バリ島、とある小さな村の日が暮れます。巨大な人形たちが動き出します。それはどこか懐かしい。けれど何かがおかしい。異様で恐ろしい夜が始まります。バリ島のお正月、ネッピの前日の午後、村の空気はどこか落ち着かず浮き足立っているようです。けれどそれでいて、これから始まるお祭りへの期待感に胸を膨らませているようでもあるのです。その感情の中心にあるのが村の集会所であり、人々の絆を育む場所、バンジャロ。夕暮れが近づくと人々はバンジャロに集まり始めます。そこには集落のおごうごが恐ろしい形相をして待っているのです。彼らの胸や背中に書かれた1947の数字はバリヒンドゥーサカ歴の年号。この年、西暦2025年はサカ歴では1947年にあたるのです。諸説ありますが、サカ歴はインドのクシャーナ朝のカニシカ王が即位した西暦78年を記念して始まったとされます。この暦が13世紀から16世紀にかけてのジャワヒンドゥー文化の伝播とともにバリ島に伝わり、独自の発展を遂げながら現在まで受け継がれています。バンジャロには次々に村人たちが訪れます。人々は寺院の僧侶プマンクから聖なる水ティルタを授かります。これはムルカットと呼ばれる儀式で、心と体についたあらゆる不浄を洗い流すためのもの。バリ島の人々にとって水は聖なる力が宿る特別な存在なのです。外なる混沌に立ち向かう前に、まず自らの内を清める。この儀式はバリヒンドゥーのそんな大切な教えを静かに物語っています。おごうごの制作は集落の一年の集大成です。竹や木で組まれた骨格に古新聞を幾重にも貼り重ねて作られたおぞましくも壮麗な姿。この混沌の化身ともいえる存在は村の人々の共同作業という温かいゆりかごから生まれるのです。このおごうご作りは単なるお祭りの準備ではありません。若者たちがエネルギーを一つに束ね、共に汗を流すことでコミュニティの絆を強くする現代に生きる大切な儀式なのです。おごうごのパレードに欠かせないのがガムランの演奏。集落の若者たちによる演奏はまるで一つの大きな生き物のように村中に響き渡ります。もうすぐ始まるお祭りを前に、それぞれの楽器を手にした彼らの表情も少し高ぶってきているようですね。こんばんは。いよいよおごうごが始まりますね。後ろからやってくるはずの隣の集落のおごうごを待つ村人たち。いよいよおごうごのパレードがスタートします。その時が近づいてきました。インドネシア・バリ島、年に一度の大祭おごうごが
幕を開けようとしています。隣の集落のおごうごがこの場所にたどり着くとき、それを合図にこの集落のおごうごも動き出すのです。道の遠く後ろからやってくるおごうごを待つ間、ガムランの演奏が静寂を破ります。体の奥底に響き渡るような力強い音色、胸を打ち体を揺さぶる響き、その大きく意図的に作られた喧騒は悪霊を追い払う力を持つと信じられています。かつてよりガムランの音色は人々の心を奮い立たせ、儀式や王族の行進などで精神を高める役割を果たしてきました。ガムランの音色に宿る不思議な高揚感と一体感、村人たちはそのリズムに体を揺らします。ところでおごうごはなぜ恐ろしい姿をしているのでしょうか。それはサンスクリット語のブータカラを形にしたものだからと言われています。ブータカラとは自然界に存在する制御不能な荒ぶる力、そして同時に私たち人間の心の中に潜む欲望や怒り、嫉妬といったネガティブな感情そのもの。つまりおごうごのパレードは自分自身の内なる鬼を目に見える形として外に引きずり出し、それと真っ向から向き合い浄化するための儀式なのです。実はおごうごの伝統はそれほど古いものではありません。今のようなパレードの形になったのは1980年代。それ以前の形は藁人形やかかしのような素朴なものだったとされます。けれどそのルーツは深く、畑のかかしや仮装儀礼画弁のために作られた大型人形バデ・アウィンに影響を受けたとも言われています。大祭おごうごは善と悪についてのバリヒンドゥーの深い哲学を現代に生きる私たちに最も分かりやすく、そして力強く伝えてくれます。例えばバリ神話の有名な物語、バロンとランダの存在、善の象徴である聖獣バロンと悪の象徴である魔女ランダ、彼らの戦いは決して終わることがありません。どちらかが完全に勝利することはなく、光と闇、善と悪がせめぎ合うことで世界のバランスは保たれている。バリ島の人々はそう考えます。おごうごが象徴するブータカラと悪の魔女ランダは直接的な関係はないものの、どちらも負の力として共鳴する存在です。もしかするとおごうごのパレードはこの神聖な戦いの物語を寺院の中から村の道へと解き放ち、誰もがその担い手となれるようにした生きた伝統とも言えるのかもしれません。隣の集落のおごうごが姿を現しました。おごうごはガムランを奏でる若者たちを引き連れ、村の狭い道をゆっくりと練り歩いてきます。ガムランが大音量でうなります。それはおごうごの心を目覚めさせる響きです。
誘われるかのようにこちらのおごうごも動き出します。合流した2体のおごうごたちは村の三叉路を目指します。別の道からもおごうごがやってきます。おごうごたちはここから連なってその巨体を揺らし、村の邪気を体に吸い込みながら歩くのです。ゆっくりと道を進むおごうごにそれを待ち構えるおごうご。それぞれの足元で轟くガムランの音色は鉄の風のように村の空を裂きます。おごうごの語源はバリ島の言葉で揺らすの意味を持つオガー。その由来さながらにおごうごはある時はゆっくりと、またある時は激しくその体を揺らします。それぞれの集落のおごうごたちが次々に集います。普段はとてものどかなこの村に降り立ったおごうごたち。その情景は異様そのものです。Good. Hello. Hey, good. Good. おごうごたちは人々を伴って村中を歩きます。そしてバリ島の大晦日の太陽が沈み、村が夜の闇に包まれた時、開催おごうごはクライマックスを迎えるのです。